この前たまたま緑区で漁師として活躍されている方に出会い、今日はなんと見回りを一緒にさせていただけることになりました。結構ワクワクしてます。本当にかかってたりしてるのかなって。じゃあそれでは伺ってみます。おはようございます。本日はよろしくお願いします。来たのは、はい。周りの方、大丈夫。ちゃんと、もしかしたら捕まってるかもしれないけど、はい。覚悟してきた。ちょっと昨日は今日は楽しんでいこうね。はい、じゃあタカさんご紹介の方よろしくお願いします。はい、僕は普段緑区の藤野の土地屋という地域にある旅館の方の3代目として修行してます。でその傍ら自分でも柚子農家でもあるので、自分の畑、あとは地域の畑とかを守るためにも漁師をやってます。自分の旅館、畑、地域の安全、ここ結構子供とか少ないんですけど、はい、普通に歩いてると道端にイノシシとか出てきちゃうところなんで、なので一応そういうのを防ぐためにも罠かけたりとかしてます。ちなみにこの漁師になったきっかけとは？僕の場合は本当に言っちゃえばやるしかないから言っちゃえばねっていうのは、自分がここで住んでる地域です。将来子供ができた時とか、あと大切な僕の家族とか、地域の人たちが安心安全で外に出れない状況っていうのが嫌で、やっぱりさっき言った通りイノシシが出てきて車にぶつかっちゃったりとか、そういう事故とかも起きてる地域です。でそういうのを防ぎたいっていう思いで最初始めて、漁師になった時にこの地域の問題っていうのに直面して、どこも多分抱えてる問題なんですけども、漁師さんの高齢化っていうのがあって、でどんどん引退されていく方も多いんですね。そうすると漁師さんが減ってしまう。で減るとどうなるかっていうと、そこら辺に野生動物が走り回るっていう事態が起きちゃう。でそれを防ぐために誰かが取らなきゃいけない、漁師さんに任せてる状態なんですけど、今度取ったやつがどうなってるかってなった時に、解体できる人が引退してしまってどんどんいなくなってしまっている。そうするとただ取った命をもう埋めるだけになってしまうの今現状です。現状ですね。で僕はそれが嫌だから、命を無駄にしないために、取った後にその子たちを無駄にしないために利活用っていう活動をしていて、その取れた個体の皮とか捨てるんじゃなくてちゃんと活用してもらう。アーティストさんたちに渡したりとか、レザークラフトをやっている方々にお渡しして作品にしてもらったりとかで、全て循環している。そうです。末永く大切に使ってもらえるような商品を開発してもらったりとか、あとお肉の方とかも、今僕ら人に販売するには屠殺場、食肉加工場っていうのを通さないと販売はできない。で僕らのところはまだそれを持っていないので、人様には売ることができません。その代わりペットのワンちゃん猫ちゃんとかのご飯とかに作って出すことができるので、僕の仲間でワンちゃん猫ちゃんペット用にフードを作ってる方がいるので、お肉はそちらにお渡しして活用してもらってっていう状態です。あと骨なんですけど、骨もワンちゃんが大好きなので、そちらの方で活用してもらったりとか、あとちょっと変わってるところだと骨から楽器を作ってくれる方がいて、でその楽器を作ってもらって、あと鹿の皮とかを使ったドラムとかを作って音楽会みたいのをやってもらったりとか。無駄がない。そうです。もう一切無駄のないように、必ず循環して無駄のないようにというのを志しているので、やっぱり命をいただく以上、それを無駄にするっていうのは虐殺と変わらなくなってしまうって僕は思うので、そこはちゃんと利用させてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、行きたいと思うので、車の公園。はい。はい、着きました。ここが普段僕が見回っている神奈川県相模原市緑区にあるになります。タカさん住んでるのって土地屋じゃなかったですか？本来漁師さんって僕のイメージでは、自分の地域を守ってる、そうだね、自分の地域の範囲で活動してるんですけど、タカさんは2拠点活動してるんですか？
そう、普段は土地屋っていうところ、自分の地域を守ってるんだけど、この名倉っていう地域はちょっと高齢化が進んでしまったりとか、あと普段お仕事をされていて毎日見回りとかができない方がいる頃なので、その間にかかってしまった獲物とかがなくなってしまっていて発見されるっていうことも多々あった地域、それを地域の住民の方々とどうにかしようというお話をして、僕とか空いてる時間に見回りを手伝いで来させてもらっているというところで、なので僕は2拠点回らせてもらってます。はい、でも、結構地元の方との話し合いとかちゃんとできてないと縄張りっていうのがあるので、その縄張り荒らしとかになってしまうので、ここはちゃんと住民の方とお話をして許可をいただいてからやるようにしてます。でもうすぐもうそちらに見えちゃってるんですけども、これ罠の中の種類で箱罠と言います。箱罠。はい、箱罠っていうのはこういうところに設置して餌とか置いといて、この箱に入るのを待つタイプの罠です。ちなみにこの餌ってのは何に使ってるんですか？ここの餌撒いてるやつはよく見てもらうと分かるんだけど、豆みたいのが入ってます。これ大豆ですね。大豆とこの粉みたいなのはぬかです。米の。そうです。であとこれさつまいもで、このさつまいもとかは農家さんとかここら辺で作ってる方がいるので、悪いやつとかを譲ってもらったり、あと中にじゃがいもも転がってます。これ全部イノシシとかの好物なんで、これに釣られて入ってきます。メインはイノシシになるんですか？こちらほぼメインはイノシシなんですけど、たまに鹿も入っちゃいますね。で鹿が入ってオス鹿とかの場合は角が引っかかって身動きが取れなくなってたりとか、イノシシの場合は中ですごい暴れるんで、隣を見てもらうと分かるんですけど、ここすごいほじくり返されてると思うんですけど、本来ここにもともと箱穴を置いてありました。箱穴置いてあったところはイノシシが入って暴れた時に全部こうやって暴れちゃって、もう草生えなくなっちゃいます。またしばらくしたら生えるようになるんですけども、もうずっと耕されちゃってる状態と同じになっちゃってるんで被害が大きい。やっぱりイノシシの方が被害が大きいですね。もう見てわかる通りほじくり返すってことをするので、お庭の花壇とかも全部やられちゃったりとか、石とか倒されたりとか。この地域はクマとかたまに出ちゃう地域で、小学校とかも近いので出ちゃうと大変なので、出させないようにちゃんと毎日見回りとかをして、捕まった状態の子を放置しないようにする。放置すると、そう、肉食の動物とかがその地域に来ちゃうようになります。匂いとか。結局獲物がいます。でも罠にかかってると逃げれません。その肉食の動物たちにとってはいい餌場になっちゃう。クマって特に執念深いから、一回食べた後全部食べきらないで帰る時あるんですね。でも場所を覚えててまた戻ってくるっていう習性があるので、もう一回そこで食べれるなっていうのを分かってしまうとまた戻ってくるようになるんで、クマがどんどん来る地域に変わっていってしまう。頭いいんですね。頭いいです。なので僕らはそれも防ぐために見回りの回数を増やせるようにっていうことで、お手伝いとしてこの地域も回らせてもらってます。僕らが普段やってるのはくくり罠っていう種類。くくり罠っていう種類のは後で多分お見せすると思うんですけども、木にくくりつけて穴掘ってその罠を軽く埋めときます。それを踏んだら罠が発動してワイヤーで足がくくられてしまうというくくり罠という種類です。であとは漁師さんたちでよく目にする聞く機会があると思うのが重量鉄砲の方ですね。確かにハンターって聞くと銃のイメージが強い。結構そういう風に考える方が多いんですけど、実際重量の方も多いんですけど、罠漁の方の方も結構多くて、頭数的に取れる方は罠漁の方ですね。重量ですと結構な人を使って山の中に入っていって追っかけて取るようなやり方とか、あと待ち伏せするっていうやり方があるんですけど、基本的に一頭の獲物をバーッと追い詰めていくっていうやり方が主流のところが多いので、一頭見つけたらみんなでバーッと追い込んでいくので、その分時間もかかるし人もいっぱい必要。ただ僕らがやってる罠の方はその獣の通り道っていう獣道っていうのを探します。
動物の痕跡、うんちが落ちてるとか、うん木の下の方とかに、イノシシとかだとヌタ場っていうドロドロのイノシシが転がったりして体温調整するために泥つけたりとか、成虫とかを落とすために泥をつけるヌタ場っていうのがあるんですけど、そこを通った後に木とかに体をこすりつけるっていう習性がイノシシとかにはあって、でその痕跡を見つけることができれば動物が通ってるっていうのが分かるので、この通り道にくくり罠っていうのを設置してあげます。そうすると普段通ってるところにいきなり罠があるので踏んでかかると。山を見てて獣道ってわかるもんなんですか？上から下見ると分かりやすいんだけど、はい、下から上を見て探そうとすると草がこう背丈高くなっていくから、下からだと分からなくなる。だから上から下を覗くと結構通り道潰れてるので見やすい。その通り道を探してかけて、そういう場所を何箇所か見つけといて、でそこをぐるぐる僕が見回ってかかってたら取りに行く。で、僕実際にくくり罠見てみたいです。じゃあ早速そっちの方へ行ってみましょう。はい。こう結構竹すごいでしょう。竹やぶに生えてくるものって言ったら、タケノコ。はい、イノシシの好物なんです。へえ。イノシシって鼻めちゃくちゃいいから、はい。犬並みに嗅覚いいって言われてるのね。すごい。外国でさ、高級食材の一つをさ、豚さんが、トリュフ。そうトリュフ、あれ豚さんが探すじゃん、犬とかじゃなくて。はい。そんぐらい鼻がいいの。あ、そっか、豚とイノシシが似てる。だってイノシシを改良して豚って作られてるから。イノシシが先なんですか？そう、原種。そんだけ鼻いいから、はい。タケノコが地からできる前に見つけれちゃうんよ。だから人が見つける前に見つけれちゃうから、美味しい場所知ってるからタケノコの頭だけ食べちゃう、ね。美味しい部分食べられちゃう。そうするともう人間食えねえみたいな。竹はそこから生えてくるんですか？そうない。人とイノシシのタケノコ取り合戦が始まるんです。でもあっちの方が上手だから、だいたいタケノコって時期によってちょっとずつずれてバーッと生えてくるんですね。その一番最初に全部イノシシに食べられちゃって、で俺らはイノシシが飽きて食わなくなった頃のをやっと見つけれるみたいな感じなんです。へえ。すごい。すごい、イノシシすごいんですよ。だからイノシシすごい。はい、もうこんな話をしていたらついてしまいました。ここがくくり罠がかけてあるところで、必ずこうやって罠の近くには罠をかけている人がこうやって注意を残すために看板を設置します。これ看板を設置してないと一応処罰の対象になります。この木にくくられているワイヤーがくくり罠の根元になります。で、かけてある場所はここに入ってます。この木の真ん中と奥の木の真ん中に1個ずつ入ってます。ここを鹿とかが通って踏むと弁当箱って言われている枠があるんですけど、その枠の周りにアームがついてます。でその弁当箱が落ちるとアームが上に跳ね上がってワイヤーが外れる仕組みになってます。そのワイヤーにはバネがついてるので、バネの片っぽは縮まったまんま伸びないようにロックがかかってます。でこっちがロックかかってるんで、くくられる足の方にバネが伸びます。そうするとその反動でワイヤーが縮まります。それで足がくくられるっていう仕組みになってます。この罠を、要は道は、この幅は、この幅あるじゃないですか。この置いたわけ。理由っていうのはだいたい一番奥から獣来てます。あっちからこっち側に歩いてきます。でその時にどういう風に歩いてくるのかを想像します。でその時にあっちには竹がまだ立ってるの分かりますね。はい。っていうことはあっち側は通ってないっていうことなんです。こっち側には木が積んであるのでこっちにはもちろん行けません。そうするとこのラインでしか通ってないことが分かります。そういうことか。はい、なのでそのラインから大体の取りたい個体のサイズを想像しながら歩幅も想像して歩いてくる歩幅を考えながら罠の位置を決めていきます。歩幅まで。ちなみにこの木は意味あったりするんですか？これは枕木っていう人もいればいろんな言い方をされてるんですけど、僕らは枕木って言ってて、野生の動物は足の裏を結構大事にしたりするので、歩いていく時に異物があるとそこをまたぐ習性があります。なのでこれを置いとくことによってこの木をまたぎます。その先に罠が来るように
かけてあります。なので歩幅調整のためっていう意味もあるし、またがせるっていう動作をさせる意味もあります。野生の動物と人間の知恵比べ的な要素もあります。面白いですね。僕らこうやって罠かけてますけど、無駄に取りたいわけではなくて、ちゃんと人と野生動物の住み分けができるように山際になるべくかけて、これ以上出てきたら人里だよっていうのを警告するためにも山際に罠をなるべくかけるようにして、あとは地元の農家さんたちを守るために畑の周りとかに罠をかけるようにして、なのでむやみに命を奪いに行くために山とかは入ったりしないです。そういう風にしていくことによって野生の動物も人里になるべく出てこないような環境を作れればという理念でやってるので、絶対に罠にかかったまんま放置されて死んじゃう子とかが出てこないように細心の注意を払うためにこうやって見回りの日数も増やしたりしてます。せっかくなんでくくりはね、一回発動させてみましょう。手とかだ足だと危ないので、こういうのでちょっと強めにこうやって鹿が歩いてるつもりでゴンってやってみてください。早速そこに罠があるのでやってみてください。ここにやりますか？はい、そこじゃないかな、違うかな、もうちょい右かな。おお、はい、こういう感じで